ドクラフトが、そもそも何をこう実現するかみたいなところでいくと、やっぱりそのユーザーが抱えてる悩みとか課題っていうのを解決してあげて、その、キャンプにおける、その快適性だったりとか豊かさみたいなのをこう実現するブランドでありたいなみたいなところから、そういう思想でものづくりをしているんですけど、そのウィングフォートっていうのが本当ブランドの思想を体現した、で我々が持てる全ての技術とか、デザインに対する思いみたいなの、全て本当に注ぎ込んだ、フラッグシップといえる、テントになりますと。課題としてあったのが、その跳ね上げの部分ですね。テント本体のパネルをこう跳ね上げると、やっぱどうしてもその跳ね上げた後、寝る就寝前とかちょっと寒い時期っていうのはそのフルクローズしないといけなくて、せっかく跳ね上げたパネルっていうのを、一回また撤収しないといけなかったんですね。解除しないといけなくて、それってその、お酒飲んだ後とか、寝る前ってわざわざ外に出てその作業をやらないといけないわけです。でキャンプっていう、非日常っていうのを、楽しんでいる中、そういった作業が出るとやっぱり現実に戻されて、それがストレスで、キャンプが楽しくないなっていうところが、やっぱ一つの課題としてあったんですけど、それは一般的、キャンプってそういうものだよねっていうか、それが普通だよねってされてきた中で、じゃあ果たしてそれが本当に快適なんだろうかみたいな。ツールームテントってやっぱ快適で、本当にそれ一つあれば簡単にキャンプが楽しめるみたいな、手軽さみたいなのがやっぱ売りなのに、そういったストレスとか、その面倒くささっていうのが発生すると、それは果たして本当にツールームテントとして正しいのかみたいな、そこの常識を疑うみたいなところから、ウィングフォートができる、きっかけになったというところですね。ウィングフォートは、まず、スタンダードなフレームワークで、そこでなんというかデザインする上で価格の上振れっていうのはありますから、そのフレームワークはまずスタンダードなのにしようっていうのは先に決めてました。でそこから、そのスタンダードなトンネル型の形で皆さんが思ってるような不満や共感を得られる部分っていうのを探して作っていった品物になります。まずその皆さんが使ってて不満に思うところって、トンネル型テントって横を跳ね上げてタープのようにできるっていうのは皆さんやってることだと思うんですけども、その時に従来のものだとタープにした部分を、寝る時に畳まなきゃいけないだとか、そういう不満があったっていうのと、あとはフレームの内側から膜を出すので分割されてしまう、その跳ね上げたものが分割されてしまうという、そういう問題点も抱えていて、でなおかつ、タープのようにするのは逆に上にかぶせてタープ状のものを一気に屋根まで乗せて覆ってしまうという方法もあるんですけど、どれも自分の中ではしっくりきてなくて、なんとか一体感が失われているというか、すごく動線に途切れがあるなと思っていて、それを解決するアイデアとして、中間のところを通していくというアイデアを思いついて、そこをなんていうかブレイクスルーとして仕上げていった形になります。天秤はざっくり言うと、企画である私が本当に欲しいなと思ったものを、なんていうんですか、個人の理想を追い求めたというか、もう作りたいものを作ったっていうところが、一番最初で、作る中でやっぱりその機能とデザイン、さらにコスト、価格まで全てをバランスを取るというか、全て追求したものを作りたいっていうところを、そのデザイナーさんに投げて、ちょっと本当無茶ぶりみたいな、自分の理想と、ブランドとしてこうしたいみたいな、ダブルスタンダードみたいなのを押し付けた形から、スタートしたっていうのが、天秤。まずキャンプっていうところで使うものがテントっていう大前提の中で、キャンプで過ごす時間っていうのはすごい大事なものっていうのが大きくありますと。でそうなった時に、自然の中キャンプで過ごす時間っていうのを最大限大きくするっていうことを、ビジョンとしてまず始まりました。そのためにどういうテントが必要なのかっていうところを、紐解いて深掘りしていくっていう中で、フレームワークっていうもの、設営に対する時間っていうのはなるべく短い方がいい。あとはそれに加えて快適性も犠牲にできない。この2つっていうところを
要素として検討を進めました。開発段階でデザインする段階でさまざまな形が生まれては消えを繰り返した結果が今のデザインになるんですが、今のデザインでいくと後方部分が低いデザインになっていると思います。これは機能っていう部分とデザインっていう部分を両方バランスが取れている部分が今の形だと思っていて、この部分が僕は一番思い出に残っているというか印象に残っている部分です。僕たち東京クラフトが、これまでどんなことにこだわってプロダクトを開発していたのかでいくと、キーワードとしては僕らの中で4つあります。まず1つ目は、新規性。既存のどこにでもあるようなものを僕たち東京クラフトが作ってもそれはあまり意味を感じないことなので、今までにできる限り見たことがないとか、なかった機構みたいなところを非常に重視をして、開発をしておりますと。2つ目が共感。その機能性であったりそのプロダクトのデザインにしっかりと共感いただくことが非常に重要だと思うので、その点も重視をしていると。であとは納得ですね。機能性だったりに合理性を僕らは非常に追求をしていて、そこに納得をしっかりいただく必要があるなと思っているので、納得という言葉を一つ掲げています。最後にコストですね。コストはやはりお買い求めいただく方々、ユーザーの方からすると、絶対に避けては通れない目線だと思いますので、僕らはできる限り適正な価格で、努力をして販売をするっていうところを、考えて、工場の方々に非常に大きく支援をいただいたりお話をさせていただいて、できる限り新規性があって共感していただいて納得していただいて、コストに関してもちゃんと、納得をいただいてというところをとても大事にして、製品を作っています。価格っていうのはやっぱ機能とかデザインにすごくダイレクトに影響する、要素かなと思っていて、やっぱ一番最初の理想形とはやっぱりそのコストとの兼ね合いで、どんどん形が変わっていくのは仕方ないかなっていう、そのコストを求めると、どこかデザインを削ったりとか機能を削ったりみたいな、トレードオフが発生してしまうので、そこのバランスをうまく取りながら、価格を追求するのであればテントで言えばポールを1本減らすとか、高さをあえて天尾で言えば後ろの方を下げるみたいな、そういった工夫で、コストも手軽な価格で実現しつつも、機能とデザインを損なわないように、工夫というか取り組んでいるところです。結構東京クラフトってプロダクトアウト思想なんですよ。もう本当に自分たちがいいなと思ったものとか欲しいなと思ったものをもう実現しようとしていろいろ開発取り組むんですけど、これって本当にうちで出す意味があるのかとか、逆にそのデザインいいけれども、機能って本当にこれ合理的なんだろうかみたいな話が出て、やっぱボツになるみたいなことはやっぱもう多々ありますね。自分のデザイン哲学みたいなところにすごく直結するんですけど、合理的な形状だとか、プラクティカルというかすごく実践的な形っていうのは、それは当然であって、そこで完全に合理的なものができたからといってそれをゴールにしないっていうのが自分のポリシーとしてあって、合理的な答えを何個か出すんです。で、例えばウィングフォートだったらもっと合理性で言ったらぶっちゃけ上にかぶせてタープにしちゃった方がコスト的にも合理的なんですけど、それは自分の最終的にはギア好きの自分の魂に問うてるっていうか、そのフィルターを通してこれ欲しいなって思える、最後は直感で選んでるっていう感じで作っていってます。一番こだわってるのは、自分が作るデザイン企画商品が必要であることっていう部分はすごくこだわっていて、今特にキャンプ業界だとどこそこのブランドが出してる商品がすごく新しかったとしても、その次にどこかのまた C 社が似たような商品を出してくる、それはキャンプに限らず同じことがあるかもしれないですが、あくまで資源を使って物を作るっていう職業である以上は、まだ世の中にないものをちゃんと価値として作っていくっていうことは特に意識してます。僕がデザインを作る上では美しさも、そこで使ってもらう機能もどちらも、当然大事だと思っていて、最初デザインに惹かれて買いました。でその後も長く使って愛してもらうために
その人の変化に寄り添った機能の変化っていうのがちゃんと起こせるようなデザインっていうのはすごく心がけています。なのでその一つとして拡張性っていうものがあったりとか可変性っていうものがあったり、これは僕がアウトドアの、デザインを最初にやってきたから持っている要素かなというふうに思ってます。天秤のデザインでそれを当てはめて言うと、ちょっと拡張性っていう部分とは違う価値の捉え方なんですが、長く使えるっていう部分、そのためには疲れてはいけない、なるべく楽であってほしいっていう部分もあるので、天秤で言えばフレームが3本っていうところにはすごくこだわったり、あとは、その時々で変わる景色っていうものをしっかりキャンプの中で過ごす時間で捉えられるために、天窓であったりとか、TPU っていう部分を、増やしていったっていう部分はすごく反映されているところかなと思います。片岡哲です。僕は大学を卒業してから、ソニーのプロダクトデザイナーとして、16年ぐらいウォークマンとかハンディカムとかバイオとか、ああいう電気製品のデザインをしてました。でその後、独立しまして、自分の片岡デザインスタジオっていう、会社を立ち上げて、今はフリーランスのデザイナーとしてやっています。それとは別に、グッドデザイン賞の審査員であるとか、大学の非常勤講師であるとか、そういうことも並行してやっております。大きな話で言うと、デザインってものを作ることイコールがもう全てがデザインじゃないかなというふうに思っているんですよね。一般的なその皆さんの、イメージ、デザインという言葉のイメージって、そこにある、誰かが作ったものの体裁よく、形よく、かっこよく、美しく、周りを外装を魅力的に仕上げること、それがデザインというふうに思っている人が多分多いと思うんですけど、僕なんかはもうこの業界も長いので、もうちょっと本質的なじゃあなんでこのコップが必要なのか、それは水を飲むものなのか、お酒を飲むものなのか、コーヒーを飲むものなのか、そこから遡って全てがデザインじゃないかっていうふうに思ってるんですよね。僕はデザインする時にいつも考えているのは、簡単に言うとその原因と結果が一致しているデザインというのがすごくいいもんだなっていうふうに思ってるんですよね。でそれ簡単に言うと、例えば美しい綺麗な形をデザインしました。だけどそれ機能的にはどうなのか、機能を犠牲にしながら美しくしたんじゃないかみたいな、そういうところはすごく、避けて、美しい形イコール機能もちゃんとそこにあるっていうものになるようなものづくりを心がけてます。機能を追求していった、その結果それが美につながってるっていうイメージですか。で美を追い求めていっても、その結果それは機能的にすごいいいものになっていて、両側面から言っても、その辻褄が合うというか、いいプロダクトになるっていうそういうイメージですか。そうですね。簡単に言うと、ポルシェってみんなかっこいいって言うじゃないですか。あれなんでかっこいいと思うかっていうと、いろいろ聞くとね、じゃあどこがかっこいいのっていうと、例えばこのお尻のね、フェンダーのとこの柔らかいラインとか面のね、流れが綺麗だって言うんですけど、あれはポルシェだからこその造形であって、エンジンが後ろにあって、その左右にぶっといタイヤがあると。後ろにエンジンがあると後ろに重さがかかるんで、後輪に対するその重さが、ある状態で、加速したりするんで、タイヤが太くなるわけですけど、後ろにエンジンタイヤがあるとやっぱりその本体の幅から出ちゃうタイヤが、それを空力も考えながらきれいにつなぐと形になって、そういう機能的な、結果としての形なんだけど、そこに車のボディになった時にみんなそれを美しいと思って、そういう機能のことは知らなくてもね美しいと思うんですけど。今株式会社タナクロ自体はもう今14年ほどやっている会社なんですけれども、で東京クラフト自体は間もなく5周年を迎えるんですけれども、その東京クラフト始める2年ほど前に自分自身がYouTube
をスタートして、タナチャンネルという YouTube 活動を始めて、その中で自分自身がかなり物へのこだわりが強かったり、あとは単純に自分自身が今までキャンプをした経験の中で、すごくなんですかね、心が苦しい時に、当時友人に誘ってもらってキャンプに行って、ただただキャンプをして焚き火を眺めていたらすごく心が軽くなったんですよ。でその時になんか自然の力って本当にすごいなと思って、もうただただ火を見てるだけにもかかわらず、その時本当に苦しかったことがスーッと軽くなって、この気持ちをもっとたくさんの人に共有したくなる、なんかそういう思いから、だったら自分たちのブランドを作って、ただしそのブランドは物だけを届けるというよりは自然と、シームレスにつなげられる、そういった価値を提供したいと思って、だったら自分らのブランドをやろうということで、東京クラフトがもともと始まったというのが、すごくざっくりしたところです。掲げてるテーマとして言語化できない満足感をっていうところが、ブランドこれまで5周年走ってきた中で掲げてたものがあって、それは何かでいうと、キャンプ道具はあくまで手段であって目的ではない、物を売りたいわけではなくて、そのユーザーが我々のプロダクトを使っていただくことでキャンプがより良くなるっていうところを目指すための道具であるかなと思っているので、そこをとにかく実現するために取り組んでいるので、なんか今トレンドだからとかこれが売れてるからそれを作るんじゃなくて、その本当のユーザーの悩みとかユーザーに寄り添ったものを作りたいなって思ってるところから作ってるので、唯一無二なものだったりとか、これまでなかったようなもの、革新的なものを生み出すっていう方向に今慣れてるのかなと思っていて、そこが強みっていうか東京クラフトらしさだと思います。どういうところに共鳴して参画したのかなって教えていただきたいです。これちょっとその質問もらった時にどうしようかなと思ったのは、かなり最初だったんですよ。自分が参画した時って東京クラフトさんの事業自体を田中さんが始めた一番最初の時にお声掛けいただいて、なんでもともとその東京クラフトってこういうものっていうブランドはその時はまだ見えていなくて、ただ田中さんの人柄がすごくそこに共鳴したっていうのから来てるっていうのが正直なところですね。すごくチャレンジャーというか、面白いなこの人っていうのがすごい共鳴してです。最初は、ご縁があって、僕も駆け出しの頃で、一緒にお仕事させていただいて、で、そこから今はもう4年ぐらい経っていくんですが、ここまで一緒にできているっていう部分は、一番は、お互いの意見を愚直に商品に対しての意見を言い合えるっていう部分で、それによって東京クラフトの商品はオリジナル性がすごく高いなと思っています。そこはさっき僕が話していた必要性というか、そういった部分にもつながるところで、その部分がすごく共鳴して、今に至るのかなと思っています。今世の中的にやっぱその AI だったりそのバーチャルの世界のことがすごく進んでいるので、ものの、そのリアルワールドでのものづくりっていうものがすごく減ってると思うんですよね。で僕はずっとそういう意味ではリアルワールドのものづくりをやってきた人間なんで、だんだんそういうなんていうんですかね、仕事をできる場が少なくなってるなっていうのはずっと感じていて、ただ実際に人間っていうのはリアルワールドにいるわけなんで、その人間が関わるもの、リアルなものっていうのをよりそのものづくりの本質に近いところでできるものは何かなって思った時に、家具とかもありますけど、キャンプ用品っていうのはすごくその機能と、最終的な製品が合致していて、昔からやってみたいなと思ってたんですよね。でたまたま、東京クラフトさんの、そういうデザイナー募集じゃないけど記事みたいなのを見て、じゃあちょっと一緒にやってみたいなと思って軽い気持ちでメールを一回送ったっていう、そういうの経緯です。やっぱり新しい会社なんで、凝り固まった、これじゃなきゃダメみたいなところがないっていうのが、一つ僕にとっては魅力で、
だったらこう一緒にそれを作り上げていけるんじゃないかなっていうなんか期待がありましたね。ここまでの東京クラフトの、出ている製品を見ても今僕が取り組もうとしている、その基本的な考えも同じなんですけど、やっぱり他にはないというか、東京クラフトじゃないと東京クラフトにしかないもの製品っていうのが、一番の魅力かなという気がします。キャンプ業界って結構なんかヒット商品が出ると、それに似たようなものがボロボロいろんなメーカーが出したりしますけど、キャンプブームだからこれ作れば売れるでしょみたいなことを東京クラフトはやってなくて、やっぱりこうどこにもないものを作り続けてるという、そういうイメージがあるし、僕もそういうふうにやっていきたいなというふうに思ってますけど、一番嫌なのがやっぱりその他社でこういうの売れててその形がかっこいいってみんな言うからあんな感じのものを作りましょうみたいなね、売れそうだからあの格好にしようみたいなね、あの色にしようも一緒ですけど、そういうやり方は僕はあんま好きじゃない。でたまたま例えば東京クラフトでこういう新しい機能をね思いつきました。でその新しい機能を持った製品を作ったら全然違う形になりましたっていう方がなんか魅力的というか出来事としてはいいことかなと思いますけどね。僕はものづくりでいくと全く初心者でもう何もわからない新参者だったと思います。ただし本当に初期の頃に僕たちがやりたいことに共感してくれたデザイナーの方がいて、この方に本当にすごく多く支えていただいて、始まって、今に至るっていうのが、東京クラフトの真の部分になるのかなと僕は思っています。もともと僕がやっていたYouTube タナチャンネルというのは道具を紹介したり、あとは自分自身がソロキャンプに行ってる動画を配信していたりしたんですけど、その中の一つのコンテンツとしてキャンパーさんを取材をして、どんな道具をなぜ使っているのかっていうのを深掘りする番組を作って、その YouTube の番組で毎週キャンプ場に行ってお声掛けをして、たくさんのキャンパーの方の声を聞いてその人がなぜその製品を選ぶのかとか、どういう機能を求めているのかとか、そういったのを自分自身で吸収をしながら、だったら自分たちで作るんであればこういったブランドがいいんじゃないかっていうところで、東京クラフトを創業したというところもあります。東京クラフトテーマとしてはやはり東京クラフトのことを唯一無二としっかりと感じ取っていただけるように、自分たちの中ではプロダクト開発をしています。でそのために新規性だったり、納得感であったり共感性であったりコストについても非常にシビアにチームと一丸となって向き合っているというのがあります。これまでの特に5年間に関してはとにかくプロダクト勝負で僕は来たと思っています。ただしここからの5年10年はそういうプロダクト勝負だけではない次元に入ってきていると思うんですけど、今までは単一プロダクト一つ一つでそのカテゴリーに挑戦を挑んでいたと僕は思っています。根幹としてはやはり今まであるものを、僕らが同じようなものを出しても何の僕らにとって価値にもならないですし、やりたいことではないので、やろうと思えばもっと早いタイミングで大量の製品をリリースするっていうことはできたんですけど、それは実は社内でも非常にけんけんがくがく社内でかなりいろいろみんなでディスカッションをして、結果的にはそういった非オリジナルプロダクトはあまり出していかない方向に毎年毎年軌道修正していて、その根源としては他にない、これを守り抜きたかったからということに尽きるかなと思っています。目指していきたい方向としては、2つの軸あるかなと思っていて、攻めと守りで、攻めはやっぱ挑戦し続ける、東京クラフトもそうですし、このタナクロっていう会社が挑戦し続ける企業かなというところが本当いいところだなと思っていて、挑戦し続けたからこそ、この5周年っていうのを迎えられたと思いますし、
自分商品開発として携わってこの5年間で200-300商品出したんですよ。5年でここまで展開しているブランドってあんまりないかなと思っているし、日本国内だけではなく、海外にもどんどん拠点を増やしていけてるので、挑戦し続けたからこそ今の状態があるかなと思っているので、今後も挑戦し続ける。でその挑戦し続けることがやっぱり商品にも通じるかなと思っていて、その革新的なものだったり他にはないものっていうところにつながるのかなと思うので、挑戦し続けたいなと思っていますし、一方でその守りの部分では会社が大きくなるにつれて多分利益とかも大事になってくると思うんですけど、我々が存在する根底にあるのはやっぱ我々のプロダクトを使っていただけるお客様に寄り添うものでありたいなと思っているので、ユーザー視点を忘れないというか初心を忘れないみたいな部分かなと思うんですけど、本当にユーザーのことを考えたものづくりをしたいなっていう、そこはちょっと忘れずに今後も続けたいなと思ってるっていうところです。東京クラフトはまず名前が東京とクラフトっていうこの2つのワードを掛け合わせています。創業当初から僕はとにかくもうなぜかグローバルで成功したい、グローバルでこのブランドを広めていきたいという思いがとても強くありました。海外に行くと、日本とかジャパンとか、富士山とか、そういったキーワードはとても有名なんですけど、なぜ東京にしたかでいくと、東京って、僕の中で都市として世界的には大きくないにもかかわらず、機能美だったり、あとは非常にインフラなども、徹底的にこだわり抜かれて、合理性がある場所だと思っているので、そういう印象とまず東京というのは僕の中でマッチするなと思って東京というキーワードをまず使いました。でクラフトというのはやはり自分たちで作り上げるという言葉が込められているので、東京クラフトという言葉にしました。で実際ここ2年間ほどかなり海外で活動を広めています。そういった中で日本以上に東京クラフトのことを好きになってくれたり応援をしてくれていたり、僕たちとしてとてもこんなこと言われたら嬉しいなっていう言葉はやっぱりユーザーの方から他にない製品唯一無二だよねっていうところで、その姿勢を貫いてほしいっていう声は結構定期的にいただくんですよね。でそれをいただいた時は自分たちのプロダクトについて本当に心から応援いただけてるんだろうなっていうところがあるのでとても嬉しいなと思っています。僕は、一体どういうデザイナーなんだろうっていうのを最近考える機会があって、でそこから今思っていることっていうのは、僕は現象をデザインするデザイナーなんだなというふうに今思っているところがあります。現象っていうのは、ある人が今までは堕落していた生活だったのに、僕が作ったデザインを通してすごく高揚感のある幸せな生活スタイルに変わっていったみたいな、そういったその人だったり、社会だったりに対して新しい、風潮、文化、現象っていうものを生み出す装置を作るデザイナーなのかなというふうに今思っています。僕はプロダクトデザイナーっていう形で今主に活動してますが、実はプロダクトにこだわっているわけではなく、そういった新しい価値、より良くするためのデザイン、現象をデザインするために必要な、行動っていうのをどんどん裾野を広げて、やっていけたらいいなと思っています。自分の寿命と作る量が今、40歳になったんですけど足りないって思ってるタイプなんですよ。100歳まで生きてもやっても50個ぐらいしか物作れないんだって思うと寂しいって思ってるんで、独立して今やってるんですけど、なんで、これからしてどう生きるか、ものづくりすごく好きなんで、それを通してみんなに喜んでもらって生きていけたらそれ以上のことはないなって思っているのと、ちょっとすいません、社会的な課題とかそういうことを本当は言いたいんですけど、素直に言うとやっぱ自分が楽しいからものを作ってるっていうのが本当に素直なところで、それ以上ない、ちょっと薄い人間で申し訳ないんですけど、はい、以上ですね。
そういう意味では、若い時ってやっぱ目標設定してあそこに向かっていくんだみたいなのが、多分皆さんあると思うんですけど、僕ももう去年で60歳になってしまって、残りの人生どうしようかってなった時に、じゃあこれで世界を取りに行くとか、そういうことじゃなくて、死ぬまでデザインやっていくにはどうしたらいいかなっていうことを今考えてます。でやっぱその仕事ではあるけども、デザインするっていうことがなんか、人生の一番の楽しみ、キャンプするのも楽しいですけど、デザインするのはもっと楽しいみたいなところなんで、これをいつまで現役というかもう誰にも負けないレベルでやり続けられるかっていう、ね、そういう目標ビジョンですかね、あえて言うならば。アウトドアだったりキャンプっていうのは本当に僕の中で人それぞれのスタイルがあると思っています。で実はこの5周年を機に僕らはコンセプトとは別にブランドメッセージというものを新たに定めました。でその言葉は自然とともに住んだ時間を生きる、そういう言葉なんですけれども、それぞれ人によってアウトドアの定義だったり自然への向き合い方、関わり方っていろんな関わり方があると思っていて、そういったところに僕らは特に何ですかね、アウトドアとはこういうもんだっていうのを基本的には定めずに、とにかく自然に対して関わり続けたい、自然を感じたいと思っている方々に、広く門戸を開いて、その方たちに使っていただいて、よりアウトドアとの時間を充実させられるようなプロダクトであったりサービスを提供できるようなブランドを目指しています。もともと当初はやはり僕自身がソロキャンパーで製品自体も本当にもうソロキャンパー向けばかりをやっていました。ただしたくさんの方々からファミリー向けのテントを出してほしいとか、2人で使える道具を作ってほしいとか、あとはより最初は男性的だったところを少しずつ女性でも使えるような雰囲気だったり道具を作っていく中で、やはり自分もやっぱ家の中でキャンプ用品を使うことって結構あるんですよね。そういう中で東京クラフトならではの外でも中でも使えるそういったものを企画して生まれたのがまさにコードユニットとかそういった製品になります。僕たちがこれから目指している未来としては、新しく発表したブランドメッセージ、自然とともに住んだ時間を生きる、これを体現できる道具サービスを提供していきたいという一言につきます。要素として例えば一つ目、道具に関してはこれまで通り徹底的に合理性を追求をして、ただしよりデザイン性もこれからは追求をしていきたいと思います。その理由としては外で使って中で使ってその自然と自分自身の生活をよりシームレスにつないでいける道具、そういったものを作りたいと思うので、機能性、合理性とデザイン性を両立させていきたいと思っています。これも昨年末発表した新しいサービスなんですけど、クラフトケアというサービスがあります。でこのクラフトケアはいわゆる保証制度であったりアフターサービス、こういった類のものなんですけど、このクラフトケアというサービスには並走哲学という理念を定めています。僕たちの道具をもうとことん素材の寿命が尽きるまで並走して長く、永遠の意味で長く使っていただけるようにできる限り寄り添っていきたいということで、この2つ目のクラフトケア、アフターケアサービスを重要視してやっています。僕たちは既成概念にとらわれずに、自分自身がアウトドア業界初心者だったからこそ、基本的には自由な発想でこれまでのルールだったりしきたりだったり既成概念にとらわれずにやってきたというのがこの5年間だったと思いますので、これからの5年間はその良さを、その真の部分はぶらさずに、言語化できない満足感をっていう僕自身の原体験から来る言葉、あとは東京クラフトが新しく5周年を迎えて定めたブランドメッセージ、自然とともに住んだ時間を生きるという言葉を体現していけるようにやっていきたいなと思っています。5年か、そうですね。
結構その東京クラフト棚黒の外部からの目線でいくと、順風満帆というか、なんか勢いがあるとか、そういうお声をいただくんですけど、内部にいたというか創業メンバーからすると本当波乱の5年間だったなと思っていて、成功もあれば失敗も本当に波がすごかったっていうところですかね。5年って全然経ってないような他のブランドさんからすると子供みたいな年月ですけど、その中にいた自分としては本当に一瞬で過ぎ去ったというか、もう怒涛の日々を過ごしたっていう感じですね。チームに報いたいみたいなところは割と結構あるんですよね。ブランドとして、僕としてこのブランドで関わっている方々を、本当に報いたいっていう思いが結構実は強くて、特に何も右も左もわからない僕らにこんなに素晴らしいデザイナーチームが組成されて、その方たちと一緒にここまで二人三脚でやれているっていうのは、それ自身で僕は自分自身で誇れることだなと思っていて、こういう素晴らしい方々、チーム、工場、当然買ってくださるお客様もそうなんですけれども、この関係性をもっと強く太くして、それをもうグローバルに広めていきたい。で、海外も今たくさんの自分たちの関わってくださるチーム、サプライチェーンの皆様がいるので、ここをとにかく東京クラフトに関わったら本当に真の意味で、得をした、幸せになった、何かいいことがあったというようなブランド組織にしていきたいというのは、一経営者としては一つ裏側で考えていることになります。